ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらのセレズニア上陸を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、18日に行われた MO チャレンジで7勝2敗で見事優勝を果たしたのを皮切りに、20日の MO チャレンジでも8勝1敗で優勝を果たして話題となっているデッキですね。上陸デッキではあるのですが、ティファや旅するチョコボは入っておらず、調和者や探検家が4枚ずつ採用されていて、今までなかったタイプの構成になっています。いろんなパターンが取れるデッキなのですが、最大の特徴はやはり強靭形態の調和者の採用ですね。4744で土地が出るたびに生物1体のパワーを2倍にすることができ、任意のクリーチャーをティファにすることができます。3ターン目世界踏破者からの調和者の流れは美しくて、調和者を出して登場してからグーワの小道を出した場合、4ターン目にして最大で44点のダメージを入れることができますね。他にも土のベンダーの位に至るをフェッチ難度に使うことによって、カード1枚で3回上陸ができたり、面白い動きをすることができます。基本的に土分パターンは全て調和者が絡んでくるのですが、探検家や土のベンダー経由でどの生物もバカでかくできるので、相手からすると油断ができないデッキになっています。競技で勝ってる理由としては、MO では EZ が多いことが考えられ、基本的にバウンスや4点火力でしか対処されないため、悠々とコンボが決められるのが要因の一つかなと思われます。逆にアリーナだとやたらとウロボロイドデッキが多いので、干渉するのが苦手なこのデッキにとってはやや辛い環境ではありますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、そちらの方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。はい。これはひなチョコボパターン、ということで、キープしていきましょう。しっかりと2ターン目、小道から入っていけるということで、ただ相手青白ランド。コントロールだとすると、やや辛い展開が予想されますが、どうでしょう。コントロールだと先にタップインを処理しておきたいですかね。1点しか変わらないんで。さあ、これは青白コンっぽいですね。うせろ。ただ世界踏破者がしっかりと出せるのは割とありがたいかなと。さて、コントロール側からするとなかなかね、機体が対処しづらいということで、ただここカウンターが嫌なので、先に厳重との交わりですかね。ガラガラワームは、カウンターに引っかかるとかなりもったいないので、これはどっちとも墓地でいいかな。現在他のクリーチャーカードが欲しいですね。で、厳重との交わりは墓地からのキャストでいいということで。さあ、ここも構えてくる。ガラガラワーム。いいですね。これもどっちとも墓地ですね。さあ、相手ここにはカウンターは使ってこない。だとすると、ウセロ構えの可能性が結構高そうではありますが、殴っていきましょう。はい。使わせていくしかないですね。さあ、ウセロ2枚目を使わせることには成功。あとは厳重で何点か入れつつ、ガラガラワームの、瞬足でなんとかやっていくという形になりそうですね。さあ、ここは食料補充。一旦、隙は見せていく形にはなりますが。こういうところでその調和差とかね、引けた場合は、調和差からの脱出トンネルで、マディンのパワーが20になっていくという形になりますね。結構ね、20点ぐらいだったら、スパーンと決まっていくこともあるんで、不利な盤面とかでも全然諦める必要がないデッキですね。さあ、相手構えてきてますが、ウセロなのか、もしくは火力なのか。火力っぽいですね。火力かドローか。さあ、ここは全体除去。だがしかしガラガラワームが通っていく。こういうマッチアップだとね、ワームが結構強いですね。パワー7にして7点入れておきたいですが、どうするかな。カッパをケアするかどうかですが、
単純に7点入れたいかな、このターンは。だが、土地。まあ、しょうがないか。さあ、このターンはとりあえず、6点だけ入れていきましょう。さあ、7マナ目。まあ、あるとしたら、7マナインスタント。まあ、カウンターを使うかどうかですけど、カウンターは使わない。であれば、なんとかいけそうかな。まあ、ワームが1体バウンスされるんで、このターンのフィニッシュはできないけどって感じですね。さあ、土の技使って、もう1体土の技か、探検家か。まあ、後々のことを考えると、土のベンダー使っていきますか。まあ、相手が何持ってるかですね。さあ、これで、相手が除去とか持ってる場合はどうなるか。単体除去。単体除去の場合は、土のベンダーの能力で、プロ1カウンターが乗っていきますね。王のもてなし。これもらっておきますか。もう1枚除去。から8点。はい。残り2点まで。これはそのままターン終わっていきましょう。からの助言。相手は結構苦しそうですが、これ王のもてなしで勝つ可能性結構ありそうですね。先に地図トークン使いますか。基本的にはガラガラアーム単体で買っていくパターンになっていきそうではありますが、どうでしょう。土地土地。さあ、これでベンダーでクリーチャーをでかくしていくことはできますね。そのまま殴っていきましょう。さあ、9点アタック。ジェスカイのケージは、王のもてなし使って、ワームを残して、で、途中これ戻ってくるんで、土のベンダーがさらに誘発して、トランプルで貫通していきますね。GG。相手はジェスカイコントロールということで、サンドマン入れて、まあ対処しづらいエンチャントを入れていく形になりますね。まあ何抜くか悩ましいですが、探検家はまあやや悠長なので、数減らして、まあチョコも減らしていいかな。そういうマッチアップじゃないですからね。さあ、一歩目勝って2試合目。これは序盤全く動けないので、まあさすがにマリガンですね。はい。まあ土地がやや少なめではありますが、キープしていきましょう。フェリラの撤退が起きれば、だいぶでかいですが、どうでしょう。まあ、相手の対処手段がおそらくウセロだけですかね。まああとバウンスもありますが、米地から入っていきましょう。さあ、止まってきてるので、まあおそらく除去は持ってそう。まあ米地切らなくていいですね。はい。まあどっちにしろ今の打ってくるんで、切らずに1点だけでも与えるのがいいかなと。さあ、できれば踏破者出していきたいですが、まあカウンター濃厚ですかね。ただまあフェリダーを通していきたいので、カウンターはまあ使わせていくしかないかな。カッパ、はい。フェリダーの撤退通ったら相当強いですが、先に探検家かな。まあ現状探検家、そこまで強い盤面ではないんで、カウンター、はい。さあ、カッパ2枚使わせていくことに成功。お、さあ、ここで、カウンターがなければ、フェリダが通っていく。
2マナは構えてる状況。止まってくる。まあ、螺旋かドローソースは持ってて、難しいですね。交わりから行くかな、これは。まだちょっとリスキーなので、一旦交わり。お、カウンター使う。であれば、新社会性工学からの、はい、小道ですね。あ、ちょっと待って。フル操作間に合わず。まあ、しょうがないか。まあ、どっちにしろフェリダーとか通さないと、かなり苦しいんで。まあ、ただ相手、まあ、カウンターかなり使ってる状態ということで、どこかしらでまあ通っていく可能性は高いですね。さあ、情報。残り2枚が何なのか。小道は取っておきましょう。ラノエル。撤退ポン置き。いや、交わりからかな。できればもう1枚土地が来てから考えたいが、まあできればフェッチランドですね。さあ、現状との交わりから、なんともですね。助言。いや、撤退どうですかね。今のはチャンスだったか。ただ、現状出しても、クリーチャー1体だけ出してウセロで割られるっていうパターンがかなり高そうなんで、なんともですね。東破佐、いいですね。現状使えるのは7マナ。いや、一旦フェリダー行くかな。カッパは一応、回避できる状況。まあ、カッパ、スタック、フェッチ切って、さらにスタックっていうのが考えられるので、まあ、グアノコベチは切っていった形ですね。まあ、ジェスカイのケージとかも考えられますが、どうでしょう。ここはケージ。となると、まあ、一旦東破佐ですね。まあ、東破佐を出せるのは全然悪くはない。一応平地持ってきますか。まあ、ただここからクリーチャーが出せるかどうか。昭和車。まあ、先に探検家かな。さあ、これで土地は伸びていきますが、除去。螺旋かな。はい。さあ、探検家は除去られてしまいましたが、チェストベンダーはもらっておきましょう。で、一旦もう、ここはラノエルで。動き的に今のはカウンターを持っていない。ただ食料補充。まあ次のターン、調和者からのベンダー。もしくはフェリダーからのベンダー。さあ、ここは、とりあえず4点。まあさっきカウンターなかったんで、フェリダー行きますか。さあ、引いてるかどうか。カッパはもう相当使ってますよね。3歩先。なかなか通らず。ここ調和車行きますか。調和車からの、とりあえず、16点パンチ。まあ、調和車が生き残れば、まだワンチャンありますが、どうですかね。はい、即ですね。で、こうなるとトランプルが必要になってくるんで、さあ、まだカウンターある。これはきついか。エンチャントが全部通らなくて、土のベンダー出していくんですが、
そろそろちょっと猶予ターンがないですね。一応これで、まあ、このクリーチャーが死んだら、重宝はできると。さあ、相手は重宝ランド、ピアス、カウンター相当入ってますね。螺旋で除去。ワンチャン死んでますね。なんかインスタントがあったら、相手勝ち。なんか、どこかね、通せたらっていう感じではありましたが、ウセロはいらないですね。まあ、3本目いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。はい。土地が伸びればっていう感じのハンドですね。まあ、とりあえず1ターン目から圧力かけていって、土地いいですね。これで、まあ、3ターン目のベンダーは確定と。さあ、殴っていきましょう。で、相手がここで螺旋を使ってくれたら、はい。ベンダーが通っていく。ベンダー通っていって、まあ、その後が大事ですね。フィルダーパターンか、まあ、もしくは調和者パターンか。とりあえず殴りますか。まあ、このターンは幻獣との交わりですかね。うん。交わりいきましょう。まあ一応カッパーはケアして。調和者はいらないかな。さあ。とりあえず2点。ウセロ使う。なるほど。まあ、ウセロ使ってくるのであれば、お、これフェリダー通りますね。フェリダーの撤退通るんで、だいぶ、良さそう。相手がウセロをもう1枚持ってるかどうか、という感じではありますが。さあ、ビーストトークン出て、土地、ある。これは、いや、どうするかな。まあ一応これで、土のベンダーがあるので、どんどんとクリーチャーを育てることは可能。カウンターか除去か、3歩先。まあ一旦でかくして殴っていきますか。パネルはいらない。探検か。さあ、66まで育てて、どんどん殴っていきましょう。残り13点まで。まあ、あとあれですね。1試合目みたいに、ガラガラワームとかあったら、コントロール側は結構めんどくさい形になりますね。お、グーはグーは。ワンチャン何もなければ勝ちパターンいきますか。さあ、調和者。カウンターがあるかどうか。カッパ。となると、まあ一応、小道出して、88まではでかくするけど、この小道は別に切らんでもいいかな。除去もある。ウセロ。ウセロこれで3枚目ですよね。一つは、地図トークン使っていきますか。さあ、小道で、さらにでかくなってから、はい。お、ガラガラワーム。これ、いいですね。結局、ワームパターンか。対コントロールは。さあ、助言。もうメインからマナを使っていく。なるほど。とりあえず砂漠を置かないといけないので、まあ、小道プラス、砂漠ですね。さあ、砂漠から、さらに探検家がでかくなっていく。土地は墓地。
トークンもう一個使いますか。お、サンドマンはでかい。サンドマンね、対コントロールでめちゃくちゃ強いんで、墓地から復活するクリーチャーですね。サンドマンとまあ、ガラガラワームあったら、なんとかなりそうですね。まあ、対コントロールはね、こういう感じになりますよね。さあ、残り6点まで。相手は構えてきますが、さあ、サンドマン行きましょう。さあ、12、12。で、墓地から戻ってくると、土地もね、拾ってくるんで、結構面白いクリーチャーなんですよね。プラスで、ワームも出しておきたいですね。相手がジェスカイのケージとか持ってても、なんとか、勝っていきたいということで。さて、トンネル。さあ、ワームも出していきますが、どうでしょう。通っていく。うん。さて、こうなると、まあ、小道で、でかくしていく。で、ベンダーの効果で、トランプルもつくんで、全部トランプルつけて、でかくして勝っていくという感じですね。小道3枚あるから、ジェスカイのケージだと多分勝ちですね。GG。いいですね。さあ、やっていきます。こちら先手。マナクリがないですが、まあ、キープはできるハンドですね。先に小道切っていきたいかな。さあ、白黒職員。から物あさり。なるほど。白黒オーラか、まあエスパーオーラか。結構久々に当たりますね。さて。とりあえず幻獣との交わり。踏破者は欲しいですね。踏破者、調和者、ルートがこれ見れるか。さあ、相手は、まあ、オーラデッキもね、結構早いんで、こっちもサクッと倒していく必要がありますね。とりあえずこのターンは、踏破者出していきましょう。うん。で、できれば、まあ、フェッチランド、引けると、結構面白いことになりますね。さあ、4点通って、うん、超ホランド。まあ、構えてきてるんで、一旦、ワームからでいいかな。ワームから、まあ、5点入れていきましょう。止まってきてるんで、おそらく何かしら、除去は持ってそうな感じではありますが。まあ、土地は出しておいて OK ですね。まあ、5点入れて、残り13まで。いや、これ次のターン多分調和差でワンパン KO ですね。そこはいらないかな。まあ、今のこの相手の動きを見る限りでは、おそらく逃げ話を構えている形。なので、次のターン勝ちでしょう。はい。マナ全部使ったので、ワンパン KO ですね。何点入るかな。まあ、フェッチランドこそ引けなかったですが、すでにマナがあるので、調和者からの、乗ってから、土地を置いて、で、もう勝ってるんですが、まあ一応ね、何点入るかだけ。土のメンダーでさらに、乱反して、タワーが30。で、36点と。あ、違うか。あともう1回あるから、62か。62プラス6で、はい。まあこんな感じで、バカみたいに点数が入りますね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。